数は上がってるんだと思います。形は綺麗だと思ってるんで、悩んでるんやったら早めに言った方が良かったなって私は思います。脂肪吸引補強メインで行っている森木真です。今回は28歳女性の二の腕全周脂肪吸引、脇肉、腹乳の脂肪吸引からの脂肪注入、右 360cc、左 310cc 入れた方のマーキングから施術風景、ダウンタイム1ヶ月経過、そしてビフォーアフターを紹介していきます。それでは早速マーキングから見ていきましょう。二の腕の脂肪吸引全体から取ったものを海に入れるっていう脂肪補強をやっていくんですけど、まず何でしょうですか？痩せたことがなかったからそう二の腕。なるほど。結構痩せづらいところですね。なんかお胸に入れようと思ったらいいですか？もったいないから。大丈夫です。そうですね。せっかくね、やっぱ取って脂肪を捨てるのはもったいないと思うので、なんか入れたいところあれば、人気なのはやっぱお胸と額とこめかみ、あとお尻とかもね、最近だと人気にはなってきてるんですけど、そういうところに入れてあげると、だから細くしたいところを細くして、足したいところを足すっていうのはすごいいい考えだと思うので、それすごいいいかなと思いますね。今回名古屋から来たので、今日すぐ帰るんですよね。二の腕と脂肪補強ぐらいだと全然新幹線で帰って大丈夫。お腹、太もも、胸とかやっちゃうと、ちょっと1日ぐらい休んでもいいかなと思うんですけどね。腕だけだったら大丈夫。どうしましょう？二の腕なんですけど、ちょっと最初確認で、どれぐらいにしたいとか、ちょっともう一度。めっちゃ細くして。めっちゃ細く。もうなんなら肩の骨が一番出てるぐらいで、シュッと落とせたら。じゃあちょっと、できない時もあるんですけど、脂肪だけは取れるので、脂肪だけもじゃあなるべく取れるだけ取ってあげて、でもちょっとね、取りすぎると若干たるむこともあるんですけど、でも大丈夫かなとは思うんですけどね、ちょっと様子見ながらやりますね。若干ちょっと伸びる時はあります。でもそんなタラタラにならないと思うんで、そこをちょっと様子見ながらいい感じでやっていきます。じゃあもうしっかり取れるだけ取っていく感じですかね。お胸はどんな感じにしたいとか離れてるのが気になる。なんか下がってる感じが気になるから。それが回転されて、種間ができたらいいなぐらい。OK です。じゃあちょっとマーキングしながら後で見ましょうか。なんかあれます理想の写真とか。そんなになんかあんまり探すの難しくないですか？逆にどうやって皆さん探してるんやろって思ったぐらい。理想の写真持ってきてくれるのはありがたいんですけど、できない時もあるんでね。全然骨格とか違うと。腕とかなら結構出てくるんですよ。最近あれなんですよ、SNS 上げれなくて補強って。そうなんだ。だから上げれないのがね、むずい。そうだから全然出てこなくて。なんか。ここって取ったら、こういうライン、これさなちゃんです。こういうラインって出るもんなんですか？ライン、どんなラインだよ。そこ好き。そうですね、ここをしっかり取ってあげると、ここキュッとできるので、腕周りがキーの直線なラインができると思うんですけど、これは大丈夫ですか？こういうことですよね。そういうことね。そういうことか。OK です。わかります。この感じが大丈夫かなと思って。ちょっと皮膚の伸び感とかともう兼ね合うんですよ。脂肪でなってる分はできると思うんですけど、若干皮膚がこう伸びてる場合だとそれは残る場合もあります。でもできるだけあんな感じです。こっちをね、ボリュームアップしてあげると、こっちが甘めだったらなくなって吸ってあげれるといい感じに出せるかなと思うので、そこでちょっと調整していきます。はい。ではちょっとマーキングしますね。今回の練習なので、全体的にしっかり取らせてもらうんですけど、しっかりと取るところと取らない部位をはっきりさせながら、青でしっかり取るところ、黒で解剖学に基づいて二の腕のラインをデザインしていってますね。今回二の腕前も取ると、本当にもう360全体的にすごいすごい。で、グッてやった時のここですね。これはちょっとやっぱり腹乳という部位で、ちょっとポコッと出ると気になる部位なので、ここを取ってあげて、お胸に入れて、キーのライン作っていく感じ。で、ここをグーッとした時のこのラインですね。グーッとすると盛り上がる部位なので、戻していくかという感じです。以上が二の腕のマーキングですね。次はお胸のマーキングです。このライン、下部のラインは一緒ぐらいなんですよ。だからそこはもうほぼ同じ感じで合わせるのと、若干形がこっち丸くて、若干こっち広がってる感じなんですね、ここの。そこを若干合わせて、両方丸な感じにしてもいいですか？お願いしたい。あとは谷間のところですよね。ラインをきれいに出たらいいなって。ラインね、OK です。ちょっと丸く見えたら。丸くね。ここが丸く見えたらいいですか？
他はどこですか？カーブがしっかり出て丸く見えたい人と、こう滑らかなカーブでここが丸く見えたい人。垂れて見えなければいいなって、ちょっと上向きに見えたら嬉しいな。上向きっていうのはこのニュートンの位置が。そうですね。じゃあここにしっかり入れてちょっと立ち上がりする感じしました。確認しながら、まずは正中部ですね。そして乳房下縁のバージスラインの位置を決めていってます。この方、お胸の形非常に綺麗なので、ここを活かしながら注入を行っていってます。大事なのは本当に正中部と乳房下縁の位置をしっかり合わせて、左右でしっかり調整できるので、ここを合わせながら注入するのが非常に大事になってきますね。この乳房下縁のラインが、この左は結構丸い感じで綺麗で、ちょっと右の方は、ここがこの部分ですね。この部分がない感じなので、ここまでちょっと足してあげて、丸につけてあげて、綺麗な形になるかなと思います。これちょっと調整しようかなと思いますね。あとは全体的に丸みのある感じにして、ここは膨らんでそげてる感じなんです。ここを微調整するのと、こっちもですね、ここは吸って、こっちはそげてるので、そこで微調整する感じですね。ここら辺とか入れたいとかありますよね。なんかあんまり別にそげてないから、なんか今綺麗ですけどね、もちろん。なので本当に丸み出しても全体的に自然な感じする感じでいきましょうか。大丈夫ですか？よく施術レベルの方に、今この辺までまっすぐで、ここだけ丸いみたいな症例見ると、それはあんま嫌だなみたいな。ここまで？なんかここまでまっすぐな人いません？なんか術後の。ここだけなんか。でもね、多分それできないんですよ。できない。あれね、ちょっと垂れてる人とかじゃない？そうなんだ。感じは嫌だなって思って。もともと張りがあって綺麗なんで、ここを丸くする感じで、谷間もそんなに入れれないんですよ。だから、こう寄せた時に今よりなんかキュッとなる感じができるんだけど、あんまり入れすぎるとこのニュートンの位置がこうグッと外に離れちゃうんですね。だから自然な感じで入れる感じにはなります。大丈夫ですか？大丈夫。以上がマーキングになります。ここから施術風景に入ります。一部グロテスクなシーンがあるので苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。今回、二の腕全周で今行っているのは前側の麻酔液、締め線滴を巻いているところですね。二の腕は一般的にこの振り袖の部位、肩の部位、そして今行っている前側の部位を行うと二の腕全周で360度全方位で脂肪を吸引できてきれいにすることが可能です。そして吸引を行っていきますね。前側は振り袖や肩の部位と違って少し脂肪量を取れるのが少ない部位ではあります。ただしラインを整えるという意味で非常にここの脂肪吸引を行ってあげるとかなり腕がきれいに見えます。なので僕的にはすごいおすすめの部位の一つですね。しっかりとこの曲がった加入例を使って吸引を行っていきます。全体的にまんべんなく吸引を行っていきますね。かなりきれいになると思います。そして今行っているのが左の脂肪注入ですね。しっかりとこの方は右が 360cc、左が 310cc ですね。で、右の方がボリューム感が少ないので、あえて差をつけて注入していってます。しっかりと乳腺下の層に今は入れている感じですね。しっかりこの方の場合意識することとしては、バージスライン、乳房下縁の位置ですね。そこのラインをしっかり左右差整えるということと、全体的に形は綺麗なので、ボリュームを全体的に出して左右差を整えるっていうのをメインで行っていってますね。かなりしっかり入れていっているのがわかるかなと思います。以上が施術風景です。それではここから術後1ヶ月のダウンタイム経過を見ていきましょう。二の腕脂肪筋をやって、お目に入れた方は術後1ヶ月ですね。どうでしたこのダウンタイム1ヶ月？もうだいぶ楽です。楽になった。最初のどれぐらいまでは辛かったですか？私は1週間ぐらい本当に何も動けなくて、これどうしようみたいな感じだったんですけど、仕事行き始めてからは動けるとか言ってられないんで、スタートみたいな大丈夫でした。引き込んでた感じです、日常大丈夫ですか？二の腕が結構きつかった。二の腕がきつかったです。突っ張る感じが逆に言うと脇両方取ってるから、そうですね。両方ともから引っ張られて、可動域めっちゃしない。確かにそうですね。今、術後1ヶ月だと結構この硬い感じあるじゃないですか。この拘縮っていうのがピークなんで、今が一番硬くて盛り上がってるんですよ。だからここからもっと細くなるので、こっちはもっと楽しみにしていてもらったらいいかなと思います。あんまりそんな痛くなかったですか？でも谷間の部分だけすごい内出血出たんですけど、そこだけ痛くて。痛かったですね。動くときにちょっと力入れちゃうと痛い。なるほど。でも二の腕の方が痛かった。二の腕の方が痛かった。そうですね。
二の腕だったら細くなってきてもっとスッキリしてくるんですけど、お胸もちょっと今1ヶ月でだいぶ減りましたか感じがしますね。そうですね。1ヶ月経つと結構減るので、やっぱりどんなに良くても半分ぐらいしか残らないので、そこがやっぱりちょっと直後とかにいうのが邪魔してちょっと物足りない感じが感じる時はあると思うんですけど、1ヶ月から 1.5 ヶ月ぐらいでもうここからはもう変わらないので、これぐらいで定着するかなと思いますね。あとは当日はもうすぐ帰られたんですか？リカバリー室で休ませてもらって、痛み止めの点滴打ってもらってすぐ帰った。名古屋、愛知に、経験が言い換えられて、新幹線ですかね。新幹線。二の腕とお胸ぐらいだったら、県外とか他の県から来ていただいても全然着替えて帰れると思うので、そこは参考にしてもらっていいかなと思います。傷跡はでもまだ目立ちますよね。でもこの辺とか全然もうなくて、ここだけ。そうですね。ちょっとテープも外れやすかったりするんですけど、ここだけちょっと赤いかなぐらい。赤いかなっていう。逆になんか胸のところとかどこかわからなくて、どこみたいな。そうですよね。広範囲で立ってます。広範囲から長めの箱みたいな。そうですね。結構お胸の傷はもう目立たないと皆さん言われるので、そこはもうあんまり気にしなくていいかなと思うので、気になるのは二の腕のところだと思うので、そこだけちょっと考えていただいたらなと思いますね。お胸どうですヘッドだと思うんですけど、カップ数とか上がりました？カップ数は上がってるんだと思います。上上がってないからわかんないんですけど、でも形は綺麗だと思って。そうですね。外整えることとかできるので、ぜひ、そういうところも含めて。で、本当にしっかりボリューム出したい方は、やっぱりシリコンとシリコンだと、1回のやつで考えるとシリコンの方が出るとは思うんですけど、形とか綺麗に取ってもらえるので、その辺も含めて準備としてもらったらいいかなと思いますね。で、最後に、これから二の腕とか脂肪補給を考えている人に、アドバイスあります？アドバイスですか？悩んでるんやったら、早めにやった方が良かったなって私も3、4年前からやろうかなって思ってたから、もうちょっとコロナとかがあって、やめとこうかなってなって今回だったんですけど、ずっと早めやったら。なかなか踏み込めれないですよね。考えてる人はぜひ、カウンセリングに来ていただければ、どれぐらいになるかとかもシミュレーションできるか言ってもらえればなと思いますね。それでは最後に術後1ヶ月のダウンタイム経過を見ていきます。1ヶ月でもかなり変わっているのが分かるかなと思いますね。まだ拘縮があるので、ここからもっと細くなってきます。それでもスッキリしましたね、二の腕は。こちらお胸ですね。ラインが整って綺麗な形になっているかなと思います。定着はやや減っていますが、それでもボリューム感があるのが分かりますね。はい、ということで今回は二の腕脂肪吸引からの脂肪補強のマーキングから施術風景ダウンタイム経過ビフォーアフターを紹介しました。二の腕脂肪吸引かなり人気な施術なんですが、どうせ吸引して捨てるのはもったいないということでお胸に入れるというのは非常にいいと思います。また、この全体的にトータルバランスで見たときに、お胸がしっかりあっても肩の張り出しがあると綺麗に見えないので、しっかりとこの肩のラインを綺麗に整えて補強してあげると全体的に綺麗なラインになるので、そこは非常にいいと思いますね。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。